皆さんこんにちは、さおりです。突然ですが、私はオーストラリアの IT 企業に勤めてもう少しで3年になります。でも正直に言うと、前より少しだけ英語がスムーズに話せるようになってきたって実感したのって本当につい最近なんです。就職してから3年目になった今です。会社を辞める前の私のTOEIC のスコアは400点いくかいかないかぐらい、もう英語力はほぼゼロでした。そこからフィリピン留学を経て IELTS4.0 から 6.5 まで上げてオーストラリアで就職して今に至ります。今日はそれまでの道のりを全部正直に話そうと思います。綺麗な成功ストーリーじゃなくて、英語って一体どのぐらい時間がかかるの？留学って本当に意味あるの？って思ってる方にリアルにお伝えできたらなと思います。それと、海外就職に興味があるけど一歩踏み出せないっていう方に向けて、なぜ私がその一歩を踏み出せたのかっていうところも話していこうと思います。海外就職に興味がある方、またワーホリ留学考えている方、ぜひこの動画最後までご覧ください。まず最初に私がなんで新卒で入った会社を辞めてまでワーホリを決意できたのかっていうところについて話していきたいんですけれども、私はまず会社を辞める前に自己分析を徹底的に行いました。で、このやりたいことの見つけ方っていう本に出会ってですね、自分がどんな人間で、どんなことを自分の人生において大切にしていて、どんな自分になりたいのかみたいなところをほぼ初めてに等しいくらい真剣に考えたんです。で、そこで自分の今まで知らなかった自分の中にある価値観とか好きなこととか夢とかに真剣に向き合ったんですけれども、その中で気づいた一つが、ずっと海外に住んでみたい、海外で働いてみたいっていう夢があったのに、なんとなく自分には無理なんじゃないかとか、自分には縁がないんじゃないかっていうふうに自分自身で蓋をしていたことに気づいたんです。もうなんとなくレールに乗って大学に入って就職して社会人生活を送るという、安定した生活を選んで幸せなはずなのに、どこかずっとモヤモヤしていて、自分の人生に物足りないみたいな感覚を持っていました。そこで自己分析をしていく中で、自分の人生は自分で選んで決めて、舵を切って進んでいきたいっていう風にはっきりと言語化することができたんですね。で、ずっと夢だった海外経験を積んでグローバルな視点を持った人間になりたい。その夢を諦めたくない、諦めた自分になりたくないっていう風に強く思ったのが私の出発点でした。で、私はその自己分析をした後、会社を辞める決意に至ったんですけれども、その後は割と結構テンポよく、海外に行くにはどうしたらいいのかなっていうふうに自分で情報収集して道を決めていったわけなんですけれども、先ほどもね、申した通り私は英語が壊滅的にできなかったんですね。なので、最初まずオーストラリアにワーホリで来る前にフィリピン留学で英語力を何とかしてから行こうというふうに作戦を立てて動きました。で、会社を辞めて有給消化の期間が1ヶ月ぐらいあったので、そのちょっと前からですね、自己学習を始めました。で、その期間も割とストイックに勉強していて、本当に基礎の基礎から発音、文法、単語から始めてですね、1日10時間以上は勉強していたかなっていう感じです。で、その期間でしていたことは、その基礎っていうところと、あとは自分で独り言英会話をしているビデオを撮って、で、間違っている発音とかを直すっていうのをしていたんですけど、最近ね、この動画を撮るにあたってそれを見直したんですけれども、本当にひどいぐらいに喋れていなくてですね、それと比べるともうすごく、上達したなっていうふうに思うので、もし英語学習をするためにモチベーション維持に困っている方とかはこの方法をおすすめしたいなと思うんですけれども、個人的に隙間時間を使ってコツコツね、何年もやれていたらよかったのかもしれないんですけれども、私の場合は短期集中で英語に全振りするスタイルが合っていたかなというふうに今思ったら、そう思いますね。あと、英語の勉強法の詳細については、こちらのね、別の動画でも話しているので、ぜひお時間ある時に見ていただけたらと思います。
続きましてですね、フィリピン留学を決意したわけなんですけれども、決意した理由はですね、先ほど申した通り、直接オーストラリアに来て、就活なんかをね、できる英語力では到底なかったので、勉強しなきゃっていうのが大きかったんですけれども、その中でなんでフィリピン留学にしたかっていうところで、フィリピン留学って聞くとね、リゾートとかセブ島とかっていうのを思い浮かべる方も多いかなと思うんですけれども、私が体験したのは全然そんな感じじゃなかったです。IELTS という、英語の資格に特化したいわゆるスパルタ校と呼ばれるところに私は3ヶ月間通いました。で、IELTS の対策校を選んだ理由は、大きく3つありまして、1つ目がその学校に来る生徒のレベルが高いというふうに聞いたからです。私も本当に意志が弱い人間で、簡単にね、サボってしまう人間なんですね。なので、環境がやっぱりすごく大事で、生徒の人のレベルが高かったりとか、スパルタな環境とかだと自分も結構、私も頑張ろうって言って頑張れるタイプなので、そこは結構一番目に来る大きな理由でした。で、二つ目が大学院や、ビザの申請とかも将来的に視野に入れていたので、その試験の結果が使えたらいいなっていうところで、IELTS の試験対策校を選びました。で、三つ目がですね、試験勉強ということで、数値化して自分の英語力の伸びしろを見れるっていうところがすごくモチベーションにつながるなと思ったので、私は試験対策を選びました。また4技能まんべんなくリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングを鍛えられるので、そこもすごく効率的だなと思ったのが理由です。で、よく視聴者さんからフィリピン留学のエージェントはどのように決めたんですかっていう質問をね、よくいただくので、今回ちょっといつもより詳しめにお話ししたいと思うんですけれども、私はおそらくエージェント選びに結構時間をかけた方でして、何社も、無料カウンセリングをお願いして、いろいろ情報収集を行っていました。で、選ぶときに大事にしていたポイントが3つあって、1つ目が自分の価値観を引き出してくれて、親身に寄り添ってくれるかっていうところ。2つ目が押し売り感がないかどうか。3つ目がフィリピンに特化しているかっていう点です。で、結論から申し上げますと、最終的に選んだエージェントさんがセブリッジというエージェントなんですけれども、なんで決めたかっていうところで、まず一番親身に話を聞いていただきました。その中で最初私は、フィリピンって言ったらセブだろうっていう感じで、セブの学校を自分でも調べて探していたんですね。で、その中で、スパルタな学校がいいなっていうのはあったので、そういうふうに自分で調べていって、こういうとこ調べたんですとかっていう風に話していく中で、私の価値観とかをすごく汲み取ってくれて、なんとですね、私もその当時知らなかったバギオっていうね、都市をおすすめしてくれた初めてのエージェントさんだったんです。で、他のエージェントさんはもちろん私がセブって言ってるから、セブのね、語学学校をたくさん紹介してくれたんですけれども、そこでまず一番ね、視野が広がったし、すごく行ってみたいなっていうふうに思ったんですよね。で、結果バギオに行って本当に良かったです。セブはリゾートエリアだと思うんですけれども、バギオは山の上にあってですね、気候もすごく涼しくって、基本的に長袖パーカー、半袖にパーカーみたいな感じで過ごしやすい気候の場所です。で、なんと治安がすごく良くて、スリとかぼったくりみたいなのも本当に一切ないような、いい意味で田舎で特にそこまでねやることがいっぱいあるわけじゃないので、勉強にすごく集中できるいい環境でした。で、正直押し売り感がないかっていうところは本音すぎてちょっとあれかもしれないんですけれども、エージェントさんによってはやっぱりノルマとかコミッションとかがあるので、しょうがないのかなと思うんですけれども、そういうのを感じたところも正直ありました。で、あとですね、親身に話を聞いていただいたのももちろんなんですけれども、あと結構最終的な決め手になったのは代表のストーリーでした。で、その時、当時は代表の方が一人で、エージェントを運用されていて、で、その中でもすごく時間をとって話を聞いてくださったのはすごく好印象でしたし、あと、
代表自身もオーストラリアのワーホリ経験がある方で、その中のストーリーであったりとか、あとは行く前とその後にもですね、フィリピン留学に行かれていて、自身の中でもフィリピン留学の可能性っていうところをすごく見出していて、で事業を始められたっていうところにですね、すごく応援したくなったっていうのも実はありまして、これはすごい感情論なんですけれども、そういうところもですね、私はすごく大事にしているので、最終的に最後のね一手の決め手となりました。セブリッジさんの情報は概要欄に貼っておくので、ぜひフィリピン留学考えていらっしゃる方はね、ぜひ一度相談してみてもらうことをお勧めします。で、実際に、フィリピン留学はね、私の英語力を底上げする、大事な3ヶ月間となったわけなんですけれども、そこでの生活ですね、主に12時間ぐらい1日勉強して、で、土曜日は一切勉強しない日。で、でも、アジア系の同じようなね、夢を持った友達たちがたくさんいて、そういう友達と、英語を使って外に遊びに行ったりとかするようにしていました。あとは、できるだけ英語で日本語を使わないようにするとかって、その期間だけは結構ストイックに勉強をしたおかげでかなり私の英語力はですね、マシになったかなっていうふうに思います。で、フィリピン留学のね、実際に細かく、どういうふうな生活をしてたのかとか、質問はこちらの別の動画で回答しているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、その留学の後ですね、IELTS のスコアが4.0 から 6.5 になりました。スピーキングとライティングが留学期間中に伸びたかなっていうふうに思います。で、実際に留学に行く前に、スピーキングですねの練習を少ししていたのと、発音記号と文法をしっかりやったのは本当に良かったなと思っています。そしてですね、フィリピン留学から帰国後、オーストラリアのワーホリで、最初家も仕事もない状態で、オーストラリアジャーニーをね、スタートさせたわけなんですけれども、就職活動に関しては別の動画ですごく詳しく話しているので、見てほしいんですけれども、今日簡単にだけ、触れますが、大体ですね、100社以上応募して、で最終面接まで進んだのが2社。で、そのうちの1社に、内定をいただいて、それが今の会社っていう形です。で、ワーホリに来て最初は私は就職活動に時間がかかるだろうというふうに思っていたので、カフェとレストランで、アルバイトをしながら就職活動を行っていました。で、実際に、就職できたのがオーストラリアに来てから3ヶ月後になります。で、最初パートタイムで、就職していてですね、その時の英語力も全然まだまだだったんですよね。日本人にしては英語上手だねっていうような感じで、全然ビジネスですごく活躍できるぐらいの英語力があったわけでもなければ、ネイティブとね、ネイティブが心地いいなっていうふうに思えるようなコミュニケーションをできるレベルでは、到底なかったです。今もそうだと思っています。で、それが、入社して最初ですね。で、1年経ったぐらいの時も、もう全然自分の英語力が上がってるっていう実感ができなくてですね。でも、ワーホリ1年目に日本からお友達が遊びに来てくれて、で、その子はその時の私の英語力を見ていてくれて、で、2年目になったタイミングで一緒にゴールドコーストに旅行に行ったんですね。で、その時に、英語すごく上手くなったねっていう風に言ってもらえて、で、ちょっとは成長してるんだってすごくね、嬉しく思った記憶があります。で、ここ最近もですね、上司にも、最近上手くなったねっていう風に言ってもらえて、少しずつながらもね、成長してるんだなという風に、思えてはいますが、今もね、全然まだまだ自分の中では、足りないなっていう風に、思ってはいます。ここで何が言いたいかっていうところなんですけれども、英語力ってやっぱりもう終わりがないじゃないですか、言語とかって。なので、完璧に最初からやることってすごく難しくって、こんなね、私でも就職できたよ、なんとか生きているよっていうところでね、勇気を持ってもらえたらと思い、の動画を撮ってみました。
で、本当に英語の学習ってもう大変だし、なんかどこまでも終わりがないように思えると思うんですよね。で、伸びたっていう実感も、最初ね、すごい初心者から中級に上がったらわかると思うんですけど、多分私の動画を見てくださってる方はもうある程度英語を勉強された方とかも、多いのかなっていうふうに思っていて、そういう場合ってなかなか上達が分かりづらかったりとかすると思うんですよね。で、私も3年経った今でもちょっと前より全然話したいことスムーズに話せるようになったなとか、ちょっとアクセントがちょっと良くなったかなみたいなレベルなんですよね。なので本当に私もね、まだまだ学習者の一人なんですけれども、英語をね、話せるようになって、で、仕事をしてっていう風に思うのは、やっぱり英語が上手くなればなるほど、活躍できるフィールドがすごく広がるなっていう風に思います。得られる情報とか、出会える人、全然違ってきます。だからこそ、英語学習はきっと楽しいんだと思うし、難しいからこそやりがいがあるのかなとも思います。で、レールに乗って、安定を選ぶのも幸せですし、もちろん素敵な選択肢の一つだと思います。でもこの動画を見てくれてる方っていうのは、多少なりとも、挑戦してみたいな、でも怖いなっていう気持ちがあったりとかすると思います。で、私はね、怖かった蓋を開けて、で、飛び出してみて本当に良かったと思います。この動画が少しでも海外に住むことであったりとか、海外就職や英語学習に迷っている方の背中を少しでも押せるような動画になったらいいなと思います。また、フィリピン留学興味がある方はね、ぜひ概要欄に詳細を載せておくのでチェックしてみてください。では、今日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録まだの方はね、今後も海外就職に関することであったりとか、留学ワーホリ、私の日常生活なんかも発信していくので、ぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。